こんにちは、かなこです。今日は本当に雑談的なお話です。物事が前に進まなかったら、またそれもいいことかもしれないという動画です。というのが、先日感情を深掘りすることについての動画を上げたんですが、もともとはフラワーエッセンスの飲む以外の使い方についての動画を上げようと思って内容を考えていたんです。なんですが、最初の書き出しはうまくいったんですが、最後の着地点がどうしても見つからなくて、どうやってもその動画の内容をまとめ上げることができなかったんですね。フラワーエッセンスの使い方についてなんて、通常だったらどうにでもまとめられそうなトピックじゃないですか。それがその時はなぜかできなくて、なんでできないんだろう、前に進まないと感じたんですね。そしてそういう時に私がよくやるのが、ゴリ押ししてなんとかまとめ上げるということなんですが、でも今回はそのゴリ押しをちょっとやめてみようと思ったんです。意志の力でゴリ押ししてやれば、何らかの形で動画の内容をまとめ上げることはできたと思うんです。でもその時はちょっと立ち止まってみようと思ったんですね。それまでは自分ゴリ押ししてるって気がついてもやめない時も多かったんですね。悪い意味での初志貫徹みたいな。それが今回はやめてみたんです。それでその動画の内容を考えるのをやめて一晩寝たんですね。そして朝起きて気づいたのが、あれって私が本当に伝えたいことじゃなかったよねっていうことなんです。それがいつの間にか動画を上げることが目的になってしまっていて、それってちょっと自分からずれてしまっていたんです。どうして動画を上げるかというと、伝えたいことがあるからですよね。その伝えたいことからずれてしまっていたんです。そのことにだんだん自分でも気づき始めて、そうするとなんか上からも、あなたの本当に言いたいことはフラワーエッセンスの使い方なわけ？フラワーエッセンスをなんで使ってるのって、それを使ってやりたいことがあるんじゃないのって、あなたが本当に伝えたいことってそれなんじゃないのみたいな、ああそうだったって気づいたんです。板前さんが板前になった目的は美味しいものを人に食べさせることなのに、包丁の紹介をしているみたいな感じですよね。自分でもよく言ってるんです。フラワーエッセンスというのはセラピストにとって、言葉は悪いかもしれませんがツールであり、それを使って何をしたいか、何をするのかが本質ですねってよく言ってるのに、自分自身がうっかりそれちゃってました。人はこうやって日々自分からうっかりそれちゃったり、それに気づいて自分に戻ったりするんだなっていう体験でした。ですので、何か物事がうまくいかないとか、仕上がらない、前に進まないということがあったとして、それって実は悪いことばかりではなくって、本当にその方向性でいいのかと、方向性を再度見直すきっかけであったり、何か自分からそれていないか、自分自身の心が切望しているものから外れてるんじゃないかっていうのに気づくための出来事だったりするんだなと思って、皆さんもしそういうことがあっても悪いように捉えなくてもきっと大丈夫ですよっていう、これが言いたい動画でした。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。